よし、それじゃあ今日も黄昏調査クラブの活動を始めようか。うん、学園でどんな噂が流行っているのか把握しておかないと。それで情報収集の方法についていろいろと考えてみたんだけど、一度国木田さんに相談してみるっていうのはどうかな。昨日生徒会室で国木田さんと二人きりになるタイミングがあったんだ。それでこの前異界に閉じ込められた時どういう状況だったのか詳しく話を聞いてみたんだけど、武装生徒会の目安箱の中に開かずの間に関する話題がいくつも入れられてたらしくて、おそらく生徒会室に異界ができた原因の一つではあるんだと思う。目安箱の中を確認できれば何か新しい情報がわかるかもしれない。今日も国木田さんは生徒会室にいると思うから話を聞きに行ってみようか。失礼します。ってあれ？おや、淳くんと新入生くんじゃないか。太宰さん、生徒会室にいるなんて珍しいですね。私を何だと思ってるんだい？これでも武装生徒会の一員だよ。それにたまには仕事をしないとみんなから忘れ去られてしまいそうだしね。いい心がけだ。その調子で仕事を片付けてくれ。はーい。いやあ、淳くん、一緒にいるのはお友達？はい、同じクラスで寮も一緒なんです。はじめまして、僕は谷崎潤一郎。高等部の2年生で武装生徒会の庶務をやってます。それでこっちが妹の直美ですわ。武装生徒会に所属したばかりですが会計を担当させていただいております。直美も1年だし、淳くんの友達ならよく会うことになるだろうからよろしくね。今日は皆さん武装生徒会のお仕事ですか？太宰が珍しいことにおとなしく仕事をしているからな。自分の仕事を片付けていたところだ。こいつに振り回されることがなく作業に集中できている。今のところはだが、僕と直美は用事で先送りにしてた自分たちの仕事を片付けようと思ってね。先日の兄様とのデート楽しかったですわ。誤解を招く言い方はやめなよ直美。一体何をしとるんだお前たちは。学園の風紀を乱すようなことは慎むようにと言っているだろう。武装生徒会の一員である自覚を持ってだな。まあまあいいじゃないか。兄弟仲睦まじいのはいいことだと思うよ。そういう国北くんだってないとは言わないでしょ。何がだ。放課後にデートした経験あるわけがないだろう。副会長である俺が
自ら風紀を乱すような真似をするはずか。なんだその顔は。いや別に何でもないよ。含みのある物言いはやめろ。言いたいことがあるならはっきりと言え。おや、いいのかい？ほら、国木田くんが小学生の頃にさ。おい太宰、まさか貴様知っているのか。もちろん知っている。なぜだ。ふふ、なぜでしょう。違う、あれはそういうのではなくてだな。じゃあどういうの？家が近所だったので一緒に帰っていただけだ。やましいことは何もない。それって本当かな？ふざけるな。どうせまた俺をからかって楽しんでいるだけだろ。太宰貴様。国木田さんも太宰さんも仲がいいのか悪いのか、毎度賑やかだよね。そういえば国木田さんって浮ついた話とか全然聞かないですけど、好きな女性とかいないんですか？俺は自分が付き合うであろう女性にも明確な理想を持っている。それに見合う相手が見つからん限り交際関係を持つことなど絶対にありえん。とても女性には見せられない条件の羅列のことか。せっかくならみんなも読む？国木田くんの理想の女性像。な、貴様いつの間に。読むって書いてあるんですか？国木田くんの手帳にはあらゆる予定、計画、理想の類が記入されているのだ。ほらこことか。うわ、これはいくらなんでも。さすがにちょっと。これを突きつけられる女性がかわいそうですわね。貴様ら。なんでもないです。これ手帳はお返ししますね。まったく好き放題言いよって。これなら浮いた話が一つとしてないのも納得だ。俺の話などどうでもいいだろう。そこまでにしておけ。話を聞きたいなら俺ではなく武装生徒会の新人に触れ合ったらどうなんだ。淳君に？谷崎も生徒会の仕事を教えるばかりで個人的な話を聞いたことはないだろう。そういえば確かに淳君の話は聞いたことなかったかも。僕の話ですか？よかったら聞いてもいいかな。そうは言っても人に話すようなことは特になくてですね。強いて言えば家が養護施設だってことくらいでしょうか。僕がお世話になった施設はあまり大きくなくて、
金銭的にも余裕のないようなところでした。院長先生が一人で切り盛りしてるんですけど、建物も何回補修したかわからないようなありさまで、決して楽な暮らしじゃなかったですけど、すごく良いところでした。そうなんだ。今でも施設には顔を出しているの？休日の時間がある時にちょっとだけですけど。そうなんだね。自分の帰る場所があるのって素敵なことだと思うよ。ありがとうございます。谷崎さんたちの子供の頃はどんな感じだったんですか？僕たち？はい、お二人の昔の話は聞いたことがなかったので。そうだね。あらあらあら、ナオミと兄様の話をお聞きになりたいんですの？え？いいですわ。ナオミ、兄様のお話ならいくらでもできますのよ。特に聞いていただきたいのは。いやいやいや、やっぱり結構です。まあ僕とナオミは昔からこんな感じだったよ。兄様は昔からずーっと素敵ですのよ。小さい頃、ナオミのために一生懸命おもちゃのピアノを弾いてくれたこと、今でも覚えておりますわ。そういえばそんなこともあったような。兄様、もしかしてお忘れになっていました？いや、そんなことはないよ。谷崎さんってピアノ弾けるんですか？でも軽音楽部で弾いてるのは確か。僕がやってるのはベース。ピアノは本当に子供の遊びというか、片手だけで弾けるようなやつだよ。もうあんまり覚えてないし、多分まともに弾けないんじゃないかな。ナオミは兄様が弾くピアノの音が大好きでしたの。ねえ兄様、今度久しぶりに兄様のピアノを聴かせていただけません？簡単なもので構いませんわ。ピアノ？困ったな。正直自信はないんだけど、ナオミに頼まれたなら何とかしないと。楽しみです。そこまでだ。これ以上雑談に興じていてはいつまでたっても仕事が終わらんぞ。そうだった。急いで残りを片付けないと。大丈夫ですわ兄様。書類はすべてナオミにお任せを。ごめんなさい、話し込んでしまって。構わん。ちょうどいい息抜きになっただろう。そういえば淳、何か用があったのではないか？新入生も一緒ということは、武装生徒会の仕事を片付けに来たわけではないのだろう。実はなるほど。それで武装生徒会の目安箱を見せてほしいと。そうなんです。何か新しい噂が入ってるかもしれないと思って。残念だがそれはできない。え？どうして？目安箱とは生徒が学園への要望を伝えるため武装生徒会へと投書してくれたもの。
お前だけならともかく武装生徒会ではない新入生に見せるわけにはいかないだろあ、う。まったく調査に熱心なのは構わんが、周りが見えなくなっては本末転倒だぞ。目安箱のことは俺に任せておけ。何か怪しい情報があればお前たちに共有する。いいんですか？この場合許されないのは、外部の人間に目安箱の中身という秘匿性の高い情報を閲覧させることだ。中身を確認した俺が必要だと判断した情報をお前たちに共有するのであれば問題はないだろありがとうございます。う。では俺は仕事に戻るが、お前たちはどうする？そうですね。生徒会室もいっぱいですし、今日はおとなしく帰ります。わかった。もし何か見つけたときは連絡しよう。太宰さん、僕たち今日はもう帰りますね。よーし、それじゃあ私も今日だけで1年分は働いたからこれで。ぐえう。バカを言うな。お前の作業はまだ残っているだろうが。私だって帰りたいのに。ごめんね、思ったより長居しちゃって。そう言ってもらえるとありがたいかな。あのさ、今日はちょっと寄ってみたいところがあるんだけど、いい？実はちょうど良さそうな喫茶店を見つけて、一人で入るのは勇気がいるから一緒に行ってもらえないかな。中島敦。僕もなかなか一人では入らないよね。それで今日の黄昏調査クラブの活動についてなんだけど、今は国木田さんに任せて、僕たちは僕たちのやり方で探してみよう。むしろごめん。武装生徒会である僕が言われるよりも前に気づくべきだったのに。そんなに気負わないようにしたまえよ。そのために国木田くんが協力してくれているのだからね。わかりました。それにしてもいい店を選んだじゃないか。作戦会議にはもってこいの場所だ。まずは息抜きにコーヒーでもどうかな。この店の店長が入れるコーヒーは格別でね。太宰さん、どうしてここに？やあやあ、お待たせお待たせ。待たせたも何も、太宰さん国木田さんに捕まっていたんじゃ。トイレに行くと言ってそのまま抜け出してきたのだよ。また怒られますよ。国木田くん、私に対して厳しくない？敦くんもそう思うよね。
いやどうですかね。さて、黄昏調査クラブの3人が揃っていることだし、前回の異界探索の反省会でもするとしようか。はい。まずは我々の目標である異界による被害の阻止、これはうまくいったね。異界の消滅と国木田くんの救出、さらに新たな異能者と協力関係を構築。初めての異界探索としては上出来だ。だけど課題も残っている。敦くん、わかるかい？あの原点怪異を倒せたのは国木田さんの異能と発想力のおかげでした。もし国木田さんがいなければ僕たちは今頃。だから次は自分だけでも何とかできるように強くなります。誰かを助けるにはそれにふさわしい力が必要になると思いますから。そこまで理解しているなら私から言うことはもうないかな。それにさっきも言ったけど、気負いすぎる必要もない。君たちは間違いなく人を救った。それは紛れもない事実だ。次も異界を探し出し、人々を守るとしようじゃないか。はい。実にいい返事だ。よかった。ちゃんと誰かの役に立つことができた。僕たちの考えは間違っていなかったんだ。さあ、せっかく一仕事を終えたんだ。ここは一つお祝いでも。まったく間の悪い連絡だな。何々？太宰さん？すまないが今日はこれで失礼するよ。君たちと祝杯をあげたいところだが、あとは若い者同士で親交を深めてくれたまえ。敦くん、国木田くんにだけは私の居場所を言わないように。それじゃ。急に立ち上がって行っちゃった。どうしたんだろう、太宰さん。武装生徒会のグループトークに誰かが書き込んでるみたい。あ、国木田さんだ。武装生徒会各位へ、太宰を見つけ次第拘束するように。あのアホ、トイレに行くと言いながらどこかに雲隠れしよった。太宰さん、スマホの通知でこの連絡に気づいたから逃げ出したみたい。とにかく明日からはまた2人で学園の噂を調査してみよう。今度こそ情報収集をちゃんと行って異界を先に見つけないとね。よーし、それじゃあ黄昏調査クラブ頑張るぞ。そこの2人うるさい。ごめんなさい。
失礼します。あれ、谷崎、どうしたんだよ。いや、ちょっとお願いがあって来たんだけど。お願い？実はピアノを練習したくてさ、少しだけでも触らせてくれない？ピアノの練習。悪いんだけど、今から吹奏楽部の練習が始まるところだからちょっと無理だな。そこをなんとかできないよね。ごめんな。吹奏楽部の練習を遅らせるわけにもいかないから。そうだよね。どこか他にピアノの置いてある場所を探してみたら？例えばほら、体育館とか。それ、運動部に見られながら練習しろって言ってる？はあ、ま、予想通りか。困ったな。ナオミに約束した以上、ある程度は弾けるように練習しておきたいんだけど。放課後の音楽室なんて吹奏楽部が使ってて当たり前だし、図書室でピアノの教本を見つけたところまでは良かったのに。ピアノ、音楽室、体育館以外でピアノを置いてそうな場所なんで。あ、うわ、本当にあった。高価なものだから新校舎に移しててもおかしくないと思ったんだけど。ちゃんと音も出る。ずーっと放置されてたはずなのに、思ったより音も狂ってない。これなら十分練習に使えるかな。それにしても、旧校舎って一応立ち入り禁止じゃなかったっけ？なのに廊下には真新しい足跡がくっきりと残っていたな。他にも誰かが旧校舎を利用してるのかな。太宰さんがサボりに使ってたりして。いいか。他にも来ている人がいるってだけで随分気も楽になったし。ピアノは弾けそうだけど、さすがにほこりまみれだから、まずは掃除からかな。よし、これで綺麗になった。ここなら人気もないだろうし、練習するにはもってこいだ。初日はこんなところかな。もうナオミとの約束の時間だし、今日は帰って明日から本格的に練習しないと。お待たせ、ナオミ。もう兄様、ナオミがどれだけ待ったと思っていますの？ごめん、ナオミ。もしかしてずっと待ってたとか？冗談ですわ。焦った兄様が可愛らしくて、つい意地悪を言ってしまいましたの。そうなんだ。いや、待っていないならよかったよ。それで兄様、ピアノの練習は問題なくできそうですか？他の生徒に見られない場所を見つけたんだ。この調子なら1週間くらいでピアノを披露できるんじゃないかな。楽しみにしてますわね。
それでは兄様、帰りましょう。ああ、そうだね、ナオミ。で、どうだった？何か気になる噂話とか手がかりは見つけられた？そうか。僕の方はちょっとだけ収穫があったよ。ここ数日部活動をしている生徒の間で噂になってるらしいんだけど、放課後になると無人の旧校舎からピアノの音が聞こえるんだって。うん、一人でに音を出す無人のピアノ、いわゆる怪談話で前回の噂の元になった開かずの間と同じタイプだね。一つ違うのはピアノの音を本当に聞いたって生徒が何人もいることくらいかな。多分そうなんだと思う。なんでそんな場所でわざわざピアノを弾いてるかはわからないけどね。他にも異界の発生しそうな噂があれば優先度を決めて調査するつもりだったけど、今のところはこの噂だけみたいだし、まずはピアノの音の正体から調べてみようか。それじゃ旧校舎を調査しよう。早速学園に戻って。あなたたちちょっと待ちなさい。え？何かな？今日は静かにしてたつもりなんだけど。そうね。確かに今日は静かだったわ。もしこの前みたいに大声張り上げてたら今度こそ店から叩き出すつもりだったもの。じゃあ今日は何も問題なかったってことだよね。僕たちちょっとこれから用事が。逃げるつもり？いや、逃げるとかそういうのじゃなくて、何を起こってるのかわからないんだけど。はあ？あなた本気で言ってる？いい？ここはお店、喫茶店。あなたたちはお客様で、店は店長の入れた評判のコーヒーや美味しいお菓子でおもてなしする。店側はお客様がくつろげるよう飲食物だけじゃなくて内装や雰囲気といった空間も提供しているってわけ。わかる？そうだね。そう、ご理解いただけたみたいで何より。じゃあここで一つ質問なんだけど、注文すらしない客は客と呼べる？ねえ、もう一度聞くんだけど、あなたたちはお客様？それともお客様以外？おすすめにあるコーヒーとホットサンドのセットで。復唱します。ホットサンドセットを2つでよろしかったでしょうか？はい。それではすぐにお持ちしますので少々お待ちください。
今度からは話に夢中にならないように気をつけようね。困ったな。今日学食で耳にした噂話、あれは間違いなく僕が原因だろうな。本当だって、嘘なんかついてないから。いや、お前の話だから絶対持ってるでしょ。持ってない。昨日の放課後に聞こえたんだよ、旧校舎からピアノの音が。前に学園七不思議で聞いたことがあるんだよ。勝手に音が出る無人のピアノって話。きっと無念のうちに死んだ吹奏楽部の子が幽霊となって今もピアノを演奏して。はいはい、ほら飯が冷えるぞ。無人のピアノか。大きな音は出さないように注意してたんだけど、意外と音漏れしてたんだな。まあここ数日で勘も戻ってきたし、そろそろ切り上げ時か。噂が変に大きくなっても困るから、今日で練習は最後にしよう。あとはナオミに聞かせる日を。ふぅ、これだけ弾ければ大丈夫かな。はあ、今日の練習ももしかしたら誰かに聞かれてたりするのかな。無人のピアノか。冷静に考えたらそんな怪談話ありえないって分かりそうなものだけど、ま、今日で練習も終わりだから、そのうち忘れてくれることを願おう。実際はこうして僕が弾いてるわけだし、無人のピアノなんて。なんだ、ピアノの音。ここには僕しかいない。それじゃやっぱりこの音は無人のピアノ。まさか本当に。ああ！はあ、やっと戻ってこれた。コーヒーもホットサンドも美味しくて、しっかり味わってしまったね。そうだね、また行こう。それはそれとして、今は異界調査が最優先だ。旧校舎音楽室、噂になっているその場所に行ってみよう。あれ？旧校舎前に誰かいる？あれってもしかして。そこにいるのはアツシさんですか？ナオミさん、なんでこんなところにいるんですか？それが約束の時間を過ぎてしまっていて。ああ、どうか助けてください。ナオミは一体どうしたら。
落ち着いてください。何かナオミさんが困っているなら同じ武装生徒会の一員として力になります。だから一体何があったのか説明してもらえますか？実は最近兄様は放課後に一人でピアノの練習をなさっていたんです。ナオミが兄様のピアノを聴きたいなんて言わなければこんなことには。ちょっと待ってください。もしかして谷崎さんって旧校舎でピアノの練習をしてたんですか？そうですわ。音楽室は吹奏楽部が使っているから他に練習場所がなかったと。なるほど。今回の怪談騒ぎって谷崎さんが噂の出どころだったのか。あ、すみません。何でもないです。それでなんでナオミさんが旧校舎前にいるんですか？谷崎さんは。兄様と連絡が取れないんです。ナオミと兄様は毎日一緒に登下校しております。いつもは練習後に待ち合わせをしているのですが、今日は練習中の兄様を迎えに行こうと思いましたの。それで旧校舎の音楽室に向かったのですが、谷崎さんの姿がどこにも見当たらなかった。谷崎さんがどこか別の場所にいるって可能性は？ありえません。もし練習場所が変わるのだとしたら必ずナオミに連絡してくださるはずです。だからこそ兄様がいないということは何か不測の事態があったはずなんです。兄様の身に何かが。どうかお二人にお願いです。兄様を探すのを手伝ってくださいませんか？谷崎さんの捜索。そうだね。ナオミさん、僕たちがもう一度旧校舎の中を確認してきます。本当ですか？ではナオミも一緒に。いえ、谷崎さんがただ席を外していたとしたら入れ違いになる可能性がありますから。ナオミさんには谷崎さんのことをここで待っていてほしいんです。わかりました。安心してください。必ず谷崎さんを連れてきますから。よし、行こう。兄様。兄様。人違いでしたわね。ごめんなさい。あなたは。兄を探しているのか？ええ、そうですわ。そうか。ちょっと旧校舎は立ち入り禁止で。力を貸そう。うせ者探しの場合、頭数を揃えるのが常道だ。
よし、無事異界に入れた。それにしてもピアノの屋根部分に入り口が開いてるなんて。おそらく谷崎さんはあそこから異界に入り込んでしまったんだと思う。だとするとこの近くにいるはずなんだけど。この声はあっちだ。行こう。谷崎さん、大丈夫ですか？淳君、それに君は。今助けます。はあ！大丈夫ですか？淳君だよね。その手は痛い。あ、そうだった。急に驚かせてすみません。僕たちは谷崎さんを助けに来たんです。この異界から。なるほど。異界と怪異、それに異能ね。今の説明分かりましたか？うん、多分大丈夫なんじゃないかな。要するにこの不思議空間には敵がいて、不思議な力が使える淳君しか戦えないってことで合ってる？はい、そういう認識で大丈夫です。谷崎さんも異界へ入れたということは異界への適性があるんだと思います。僕にも異能が？なんだか実感湧かないな。すぐに扱えるわけじゃないですから仕方ないと思います。とにかく今は異界から出ることを第一に考えましょう。直美さんもすごく心配していて谷崎さんの帰りを待ってますよ。あ、そうだ、直美。直美を待たせてるんだ。早くこんな場所から脱出して直美のところに帰らないと。谷崎さんのことは僕たち黄昏調査クラブが守ります。後方にいれば安全だと思いますからあまり前に出ないようについてきてください。異界から出るためにまずは原点怪異のところに行きましょう。はあ！すごい。異能、あれと同じような力が僕にも。僕も戦えればもっと早く帰れるのにな。驚いてないように見えるかな。ちゃんと驚いてるよ。ただ
僕としてはそれどころじゃないっていうか、ナオミのことが気になって仕方なくて。ここがどことかそういうことはどうでもよくて、早くナオミのところに帰りたいだけなんだ。大事、そうだね。ナオミは僕にとって大事とかそういう次元の話じゃなくて、他の何とも比べられない。ナオミは僕の全てなんだ。ナオミがここにいないのなら、僕の隣にいないのなら、そんな世界は焼き払ったって構わない。だけど今は君たちの言う通りにするのがこの場所を脱出する一番の近道なんだよね。それならただそうするだけだ。ナオミのところに帰るためならなんだって。あ、言った。あれだ。この異界を作り上げている原点怪異。あれが原点怪異。今のところは大きいピアノにしか見えないんだけど、確かあれを倒せればこの世界から脱出できるんだよね。はい。わかった。え？どこ行くんですか、谷崎さん！あのピアノの怪物を倒せばいいんだよね。それならグズグズしている暇はないよ。異能も発言していないのにどうするつもりですか？危険です！ここは僕に任せてください。谷崎さんはここから動かないでくださいね。じゃあ行きます。せーの。なんだこの音。大丈夫。今の攻撃、音を使って淳君を弾いた。楽器だからってことでしょうか。厄介だな。もう一回挑戦してみます。二人は離れていてください。よし！やっぱり無理だこれは戦うどころの話じゃないね。あの原点怪異、音を一点に集中させて淳君を弾き飛ばしてる。多分敵として認識した相手を手当たり次第攻撃してるんじゃないかな。それに
周りにいる雑魚は護衛であるとともに敵の位置を知るレーダーの役割をしているみたいだ。雑魚が見つけてピアノが攻撃する、そういう役割分担なんだと思う。そんな。せっかく原点回避を見つけたのに、これじゃあ何にもできないのと一緒だ。あの敵にはどうすれば攻撃が届く？一体どうすれば？怪異を前に立ち往生とは無様だな。え？今の声って。人？そんな、僕たち以外にも異界に適合した人がいる？当然だ。何故己だけが特別だと錯覚した。特別な才を持つ異能者は、貴様のごとき凡夫以外にも存在している。異能者。貴様か。僕？外で妹が貴様を待っている。望み迷い込んだわけでもないだろう。とくここより去るがいい。はあ、やっぱりナオミが僕のことを待ってる。貴様と妹の関係、やつがれには知る由もなし。だが、妹に心労をかけるのが兄のすることか。僕だって1秒でも早くナオミの元に駆けつけたいんだ。ナオミ、今すぐ僕はナオミに会いたいのに。こんな場所にはいられない。一刻も早くここから脱出してナオミの元へ。これは谷崎さんの異能？そうか、これが僕の異能。わかった、理解した。だったら君。やつがれのことか。ああ、そうだ。さっきの発言からして君も異能が使えるんだろう。君の異能はあのお化けピアノを仕留められるかい？無論、接近してしまえば雑魚に構わず一撃で葬ることが可能だ。だったら協力してほしい。僕が君を連れて行く。攻撃できる距離になったら一撃で沈めてくれ。僕は一刻も早くナオミの元に帰りたいんだ。お願いだよ。いいだろう。やつがれの国獣はどう思う？貴様に扱いきれるのならばな。
連れて行くって、そんなことが可能なんですか？淳君、君には悪いけど少しの間陽動をお願いしたい。できるかい？陽動ですか？あの音波攻撃は指向性だ。淳君が前面に攻撃を集めてくれれば後ろはガラ空きになるはず。僕に考えがあるんだ。どうか淳君の力を貸してほしい。わかりました。どこまで力になれるかわからないですけど頑張ります。君は淳君を援護してくれればいい。どうかな？ありがとう。それじゃあ始めようか。僕の役目は陽動。敵の攻撃を集めること。大丈夫。僕が派手に動き続けていればうまくいくんだ。よし。ここまでは谷崎さんの想定通り。あとは成功だ。淳君にはあの音波攻撃を受けながら退避と陽動に専念してもらいたいんだ。でもさっきはすぐに攻撃を当てられてしまって。大丈夫。淳君のことは僕の異能で守るから。谷崎さんの異能？要するに淳君に攻撃が当たらなければいいってことなんだから。ささめゆき。これは僕の異能ささめゆきは空間をスクリーンとして幻影を映し出す能力。これで淳君の幻影を大量に出現させてその中に本物を紛れ込ませる。足音がどこで鳴っているかわからないほど派手に動いてもらえばどれが本物か判別できないはずだ。淳君、うまく逃げられてるみたいだ。これなら僕たちがいなくなってもあいつらには気づかれないだろう。大丈夫。僕の異能に惑わされてる。目の前にいても騙せているんだから遠くから回り込む僕たちには気づけないと思うよ。あとは敵の意識が淳君に向いている隙に姿を隠した僕たちが背後から近づく。黒服の彼の攻撃が当たる範囲まで接近することさえできれば。よく回る口だな。
要は一撃でコッパにすればよいのだろう。時間を無駄にするな。ごめん、待たせたね。じゃあ、行こうか。大丈夫、偶然かすっただけだから。僕は逃げ続けていればいい。谷崎さんがそう言ったんだ。だったら僕はそれを忠実に守る。よし、原点怪異の足元まで近づけたぞ。だけどこれ以上接近するのはさすがに難しそうだな。けど一撃で仕留めるなら敦君の陽動もうまくいってる。もう少しだけ。まずい、気づかれた。十分だ。羅生門。やった。いや、こちらに気づいたゆえ羅生門の一撃を音波でわずかにそらしたのだろう。だが内部機構は破壊した。先ほどのごとく音波攻撃の連発はできぬはず。つまりささめゆきがなくても接近できるはずだ。それなら僕も反撃できる。今度はこっちの番だ。行くぞ。無人のピアノが崩れていく。ナオミ、ナオミ！ああ、兄様、どちらに行ってましたの？ナオミ探していましたのよ。心配かけてごめん。それに約束の時間も守れなくて。まったくです。今日はたっぷりナオミのわがままを聞いていただきますから、覚悟してくださいね。敦くん、ありがとう。君も。君たちが助けに来てくれなかったら今頃どうなってたか。あと君も。礼などいらぬ。未熟者どもに任せていては犠牲者が出ていた。奴がれは己がすべきことをしただけだ。あれ？もしかして未熟者どもって僕たちのことを言ってる？それでも感謝は伝えさせてほしい。それと名前を教えてもらえないかな。芥川龍之介。そっか、芥川くん。
日は本当にありがとう。芥川くんが来てくれて助かったよ。中島敦、弱者が異界へと関わるな。己が命すら守れぬ貴様らにはその権利はない。今のって。いや、初対面だよ。君もだよね。何なんだあいつ、いきなりあんなことを言ってきて。それよりもあの芥川って人、異能が使えてたよね。黄昏調査クラブ以外で初めて出会った異能者だけど、自分の異能を使いこなしてた。もしかしたら僕たちが活動を始めるより前から異界に出入りしていたのかもしれない。正体はわからないけど、芥川龍之介か。またどこかで会うことになるのかな。